これですか？飛びつき腕十字固め6秒。マクレガー天板だったもんね。コテンパンでしたね。僕的には嬉しかったです。わーみたいな、もうザ・アメリカみたいな。フランク・ミアだ。フランク・ミア好きだったの。フランク・ミア好きだったんだけど、なんで事故るの。Welcome to リンヤチャンネル。今日は、コラボ第2弾ですごい方に来てもらいました。関根勤さんです。どうもお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。どうも。僕ずっとやっぱちっちゃい時から格闘技と携わってきた人生だったので、テレビとかで、関根さんとか、有田さんとか、ケンコバさんとか、好きあれば格闘技のネタぶっ込んでくれるんで、そうなんです。僕としては毎回もう超最高で嬉しくて、なんか今回もうね、ダメ元でもいいからオファーできないかなってことでさせていただいたら、まさかOK いただいたってことで、嬉しいですよ。ありがとうございます。やっぱり格闘家の人にね、オファーいただくってのは嬉しい。はい、いやー、ですか。いや、もう今後バチバチにベルト取っていこうと思ってる中で、嬉しいですね。今日は関根勤さんの格闘技すごい長いこと見てきたと思うんですけど、その中でも心に残った3試合というものを紹介していただきたく、もう僕もね大好きでね、いろんな意味を含めて説明もしていきますけどもね、はい、じゃあまず3位から3位、いや順位付けですか、3つ同率ってよりは、いやじゃあ3つね、3つ同率っていうかちょっとニュアンスが違うので、そうか。まずね1999年の佐藤ルミナ対チャールズ・テイラー、これですか？飛びつき腕十字固め6秒。これなぜこれを選んだかっていうと、結局ね、僕らはね好きだから、もうノゲーラとかさ、地味なねアーネスト・ホーストとかさ、ローキックとかね、そういうのも好きだけど、やっぱり格闘技がこうバーンってこう弾けてほしいわけよ、ファンとしては。そうするとやっぱりキャッチーなさことって必要じゃない。めっちゃ必要ですね。確かに佐藤ルミナっていう選手がまたカタカナでルミナでしょ、それでいてさハンサムでさ、それでめちゃくちゃ攻撃的じゃない。そうですね。そうで6秒で決めたじゃない。あれでやっぱりさ世間の人が素敵な顔をしてる青年がすごいって飛びつくわけですよ。確かにあれはで僕らはほらガッツ石松さんとかね輪島功一さんでもさしびれるんだけど、女の人はしびれないわけよ。で格闘家としては今井上尚弥はかっこいいからいいんだけど、そういう意味で佐藤ルミナ選手がこれをやってくれたのがもう僕としては、これで総合格闘技ちょっと盛り上がるな。なるほど。ファンとして思ったわけ。なるほど。確かに。あれキャッチーだったでしょ。そうですね。映像も。ちっちゃい時の僕にも何回でも見させられた。確かに。いや、やっぱ格闘技は女性ファンをいかにつけるかっていうの。そうですよね。やっぱり両方つけないとね。男は大体ついてくるけど、黙ってても見てくれるとありますけど、そういうのがさ。であと僕佐藤ルミナ選手のすごいところは、僕がね決めてる、頭の中で決めてるね、超一流と一流と一流半二流、一流半もあるんですよ。で大体二流とかは例えばこうやってやってるじゃないですか。攻めろよ、何やってんの。で一流は今ローキック当たんのになって言ったらバーンってロー切るの。そう今ボディ焼いて、今ボディ焼いて、ボディ入った、すごい。一流、超一流はこっちが思う前に入れちゃうの。終わっちゃったすげえって。なるほど。確かにそうですね。仕事が早いってことですね。こっちがそうやれよっていう前にやってくれるのよ。確かにルミナ選手は超一流なのよ。で逆に今行かない方がいいよっつってちょっとパッてこうやって今行くとちょっと危険だよっつって負けちゃう時は、でもそこも好きで反射神経が過敏すぎて、佐藤ルミナ選手とアンディ・フグ選手は負けても価値が落ちなかった。負けて価値が落ちないっていうのはね、やっぱりすごいよね。カリスマですよね。カリスマなのよ。そうですね。確かに。そこが僕は佐藤だからゴミにも負けたし、それからあと宇野さん、宇野薫選手にも2度負けたじゃん。負けました。だから全然価値落ちないのよ。そうですね。佐藤ルミナは相変わらず。確かに。ルミナっていう。また次もやってくれるみたいな。
今負けたのは君が今行き過ぎたせいだ戦略の違いだよ戦略ちょっと間違えただけだよ、実力は君だよっていう確かに当時のシュートはね、はい、盛り上がったからね。爆発したみたいですよね。マッハがいて、はい、マッハの逸話知ってる？マッハはシュートに入りたかったわけですよ、はい、総合格闘技やりたかったわけ、はい、それで出てきて入ってまずサンドバッグ叩かせられて、はい、パパって叩いてて、はい、それであれいつ寝技教えてくれるのかなと思ったら、はい、シュートボクシングだったの入ったのが竹内さんのところそれで聞いた。なるほど、聞いたことありますそれ、はい、シュートとシュートボクシングで。そうでも逆にあの人柔道出身だからそのまま寝技いっちゃうとパンチがこういうパンチになっちゃう。ところがその筋肉がつく前に打撃やったから、はい、あの人打撃の強い選手にもなれた。なるほど。入ってよかった。なるほど。そういうことで宇野薫がいてね、朝日の朝日さん、はい、そういうのがいて、それで四天王っていうのが出来上がってったでちっちゃいノゲーラがいたじゃないですか。アレッシャンドリ・フランカ・ノゲーラ。で東大の人いたじゃないですか。辰巳宇宙さん。辰巳宇宙さんが、はいはい、ノゲーラがこれフロントチョークめっちゃ強かったでしょ。はい、ギロチンやばい。あれで全部やるじゃない。はい。でこうやって辰巳宇宙さんは東大でだからさ、やつは右利きだから、はい、こっち行けば大丈夫。ああ、なるほど。はい、でこっちタックル行ったら。はい、こうやって入れ替えられてそれでやめたんですって辰巳宇宙さん。それでやめられた。もう引退でした。っていうかね、やってみてね、こいつにも勝てないと思ったの。なるほど。フィジカルで、はいはい、なんか詰まってたんですかね。そうだってさ、あんな簡単にさフロントチョークで勝つ人ってそんないないよね。いないですね。あれ異常に力強いんだね。異常ですね。大体決まんないもんね、あれ。決まんないですよね。あれ決めるのって本当にやってみたら難しくて、これ上手い人本当すごいなと思って。だから頃あれで盛り上がったよね。で所選手がさバックブローで勝ってくれたじゃん。あれがやっぱそうですね。また跳ねるきっかけの一歩ですよね。あれは良かったですね。そしてですね、これ最近なんだけどね、コナン・マグレガーっていうのがすごいカリスマだったじゃない。はいはい。で僕はね、でもね、ああいうタイプがね苦手なんですよ。はいはい。まあなんかわかりますね。なんかちょっと悪っぽくて。はいはい。でそこにヌルマゴンメドフが出てきて、はい。まあ完膚なきまでにマグレガーを倒したじゃない。そうですね。あれ見てね、うわ時代はまた進んだと。はい。それでいろいろ調べたら、なんとダゲスタン共和国。何これ調べましたよ。そしたら、ちっちゃい時から男は強くなきゃいけないって国らしいの。ずっとなんか格闘技やらされてるらしい。はいはい。いや、あの地域はやばいみたいですね。だからもう要するに何だろう、ちょっと遅れてる、何年も前の世界の、確かに日本でいうと武士道の世界みたいな。そうですね、江戸時代みたいな、戦国時代みたいなね。戦国時代みたいな、そういうとこだもんね。はい、だからあそこから出てくる人より強いもんね。そうですね、あそこの人間は本当に強くてやばいよね。レスリングももう世界選手権とかもあそこからバンバン出てきちゃって、だからやばいでしょ。はい、でコナン・マグレガーがまあちょっとパンチで少し驚かしてたんだけど、倒された後にマグレガーが立とうとしてるのに足を挟んじゃない、こうやって。そうか、昔はね、僕らシュート見に行った時、倒されてマウントになったら、はい、ああ終わったって言ってたわけ。なんか分かったです。昔そういう感じありました。昔は全部マウントで終わり、はい、ところが今マウントになっても返せるし、あと、はい、タックルで倒されたら立つっていう技術がものすごい上がったでしょ。仕上がってますね。でしかもフェンス際だから余計こう立ち上がるっていう。そうです。こういうのね、もう背中でこう歩いて立ってきたりとか、はい、いろんな立つ技術が。そうだから最初文章で読んだんだけど、はい、レスリングだから、はい、もうコントロール簡単にできるだろうと思ったら、その壁を使うやつらがいっぱいいて、はい、めっちゃ疲れたってね。はいはい、そうなんですね。新しいテクニックで壁レスってまた全然違うんですよね、本当に。これでこうやって立つ技術があったら、マルメゴドフはこれを立てないようにカニバサミにして、下バネちゃって。そう、要するに倒れたら負け、いやでも立てばいいじゃん、はい、じゃあ今度立たないようにしようって言って、はい、で今度そこからまた抜ける技術がまた多分また開発されるんだろうけど、出てくるんですけどね。いやあれは
強かったな。時代1個進めましたね。やばい。時代1個進めたんだけど真似できないんですよ、あれも。そうでしょ結局なんかダゲスタンのあそこで育ったフィジカル。だからちょっと狂った日本の、お父さんがダゲスタンに一家ごと3歳4歳子供が3歳4歳のうちにダゲスタンに引っ越しちゃう。でそこでもう育てるっていう。うわー、いやそうですね、そんなことしなくても美味しいご飯食べれるのにね、それぐらいしないと。そう人種には追いつけない。追いつけないね。そのヌルマゴメドフのいとこ、今だ強いでしょ。ウマル・ヌルマゴメドフっていうのが同じ階級にいて、そいつが多分チャンピオンになっていくんで、今17勝0敗で。じゃあそれを倒さないと。そいつと多分僕はタイトルマッチをやるんじゃないかと思ってるんですけど。だからもう日常からもう、そいつらを超えるような日常がないと。いや本当そうです。ね、あれはショックだったのよ。いや確かにマクレガーはそうですね。コテンパンだったもんね。コテンパンでしたね。でも僕的には嬉しかったです。なんかわーみたいな、もうザ・アメリカみたいな。なんか適当に殴って勝つじゃん。そんな甘くないんじゃないのと思ってたら、やっぱり甘くなかった。甘くなかった。総合格闘技で私が総合格闘家で一番好きなのがね、ジョルジュ・サンピエールなんですよ。おー、やべえ。とにかくかっこよかった。かっこいいんです。もうだから頃ちょうど UFC が1993年に出てきて、それで10年ぐらい経って一番盛り上がった頃に出てきたでしょ。そうですね、マット・ヒューズとかガンガンやってて、でマット・ヒューズに最初負けちゃうんだけど、その後そうですね、2年後にあの試合がすごかった。スーパーマンパンチ。スーパーマンパンチもあって初めて見たね、あれ空中で。そっか、あれってそっか、あそこがあれでしょ、ジョルジュ・サンピエールでしょ。そうあの辺でしょ。あの辺から出だしたっすね。びっくりしたね、あれ。スーパーマンパンチと、もうザ・アメコミのヒーローみたいな、カナダ出身ですね。僕が見た新しい技ではね、僕が高校ぐらいの時にキックボクシングで見た亀谷長吾っていう選手が、タイトルマッチで勝った技が、右のミドルキックと右のフック一緒に出したんですよ。キャッチしたらバーンって殴る。あれ見た時、おいこんな技あるんだって。なるほど確かに、このキャッチさせて手が開くからそこバーンみたいな。そうで、それと同じびっくりしたね、スーパーマンパンチ。空中で何飛んでんの。空中でパンチみたいな。もうジョルジュ・サンピエールは基本的にジャブ、ワン、ツー、タックルみたいな。でタックルがね、これがね、俺調べたのよ。まずね、ニック・ディアス戦はね、2013年、9度のテイクダウンを取って、そんなに取られたらたまんないでしょ。たまったもんじゃないですよ。もう立ちたくないですよね。でね、UFC 歴代最多テイクダウンダッシュ数でね、90回取ってるんです。で成功率がね、ジョン・ジョーンズでさえ 45%、でレスリングのオリンピアであるダニエル・コーミエでも 45%、そして先ほど出ましたハビエル・ヌルマゴメドフ 48%、成功率。サンピエールは 74%。とんでもないよね。とんでもないですね。だからパンチでちょっと効かされても、タックルに入れば7割は倒れちゃう。そうですね、めちゃくちゃいい選択肢ずっと持ってますね。そうで、空手から来てるから、蹴りうまいでしょ。蹴りも上手です。キックとか、でパンチが確かに隠れてる。178センチなんだけどね、リーチがね、195長いです。5とか6あるんだよね。長いです。だから入るんだよね。確かにそうですね。バーンって。確かに。ですんごい鍛えてたもんね。真面目だったもんね。釣り輪とかとか体操選手みたいな。高校の時に懸垂の学校記録持ってる。懸垂の好きでね。学校記録。そうで BJ ペントもやってるでしょ。 GSP 豆知識。強かった。強かったっすね。あいつはさ、人間として強かったよね。あれはなんかピットボールみたいだったもんね。あれもうそうですね。不思議な強さだったよね。なんか見た目はだからポチャっとしてんだよね。なんかちょっとヒョードルちっちゃい感じですよね。そう。それ BJ ペンにも勝ってるし、マット・セラにも勝ってるし、それからマイケル・ビスピンにも勝ってるんですよ。そうだそうだ。ミドル級取ってる。ミドル級も取ってますね。そう。そう。俺も
もうジョルジュ・サンピエール見るの大好きで、もうなかなかでも結構っていうんですかね、コアな人向けの試合しますよね。そうそう、はい、だからやっぱ本物の強さがお好きなんだなって。強かったもん、あれはもう盤石という言葉がすごい似合う。すっごい強かったな。ジャブ好きだったな。ワンツーでかっこいいんだよ、勝ち方も。かっこいい、かっこいいですね。はい。まああとはまあいろいろいたけど、プロレスから来た人いるでしょ。こんなここに十字のこのブロックレスナー。そうブロックレスナーもさ、足関節で破った人いる。います。フランク・ミアだ。フランク・ミア好きだったの。フランク・ミア好きだったんだけど、交通事故でやったでしょ。交通事故、はい。なんでやるの、あの人たち。なんで事故るのよ。そうね。ですぐ開いちゃうんだよ。そうですね。キャリアがもったいない。確かにそうだ。フランク・ミアかっこよかったよ。かっこよかったですね。確かに。もう彼ら UFC のヘビー級はもう私生活やばいっすね。なんかね。フランク・ミアはでも事故巻き込まれちゃった系。そうなの。俺彼好きだったんだよね。かっこよかった。かっこよかったっすね。チャンピオンで。ジョン・ジョーンズはまたね、引き逃げしたり、そう悪いんだあいつ。で殴ったり。だけど強いんだよ。試合感覚空きまくりで、今もベルト持ってるんですよ。そうなんだよ。はい。で闇の王者みたいなんで。でも今光の王者みたいなのが出てきてるんですよ。トム・アスピナルっていうヘビー級のジョン・ジョーンズがあまりにも試合しないからベルトを1回暫定王者っていうのを作られて、そこに来たのが今光の戦士みたいなヘビー級の、もう米国民よみたいな、みんな愛を大事にしろみたいな、バーってなんかもう黄色く光ってるような GSP みたいな。じゃあやるかな。はい。で今度そこと闇のジョン・ジョーンズとの見たいね。80億分の1の対決が多分ある。いいね。これは楽しみですね。あとね、俺入場行進もね、UFC ってさ、スーって出てくるじゃない。スーってこうやって。もう下からグーンって。普通にさ、歩いてくるじゃん。入場行進もそんなにないし、音楽もないです。まあ普通の曲で。で、今ほら、コルシ選手いるじゃない。います。入場に。います。で、音楽めっちゃなんかイントロ流して、で自分で曲作ってもらって、なんとかだったっつ。40秒ぐらいであれに書いてあったの俺進行表に音が鳴ったら20秒以内に出場してください。ラップ歌ったりさ、誰かに歌わしたりこうダンスしたりするっていうのもいいんだけどさ、それに見合ってない実力の場合もあるよね。ありますね。あれ規定してほしいよね。あれはちょっとそうですね。チャンピオンクラスは2分間かけてもいい。そうですね。でランキングが1位から10位はどのくらいって、10位以下はこっちが用意するなんか明るいテーマで歩いてきてランキング10位以下はもう同時入場。はい。確かに同時入場もいいし、そういうの本当いいかもしれないですね。メリハリができて。長いんだよ。わかります。本当に長い。だからキックボクサーでいたんだよな。ずーっとリングの下で踊ってんのよ。1分ぐらい。早く上がれよって。あとあれがすごかった。ヒョードル。T シャツにサンダル履いてさ。マジで。こうやってさ、タバコ買いに行くみたいな。おっさんがなんかコンビニになんかスイーツ買いに行く。全然引き締まってないもんね。そうですね。僕はずっとノギエラが大好きだったんで、ヒョードルが入場する時は敵意むき出しで見てるんですけど、かき消されるんですよね。タバコ買いに行って顔もさ、なんか普通にこうやってね。でロシア系だから、ブラッシュトーク、トラッシュトーク、トラッシュトーク、ああいうのやらないんだって、ロシアの人って。それでアメリカのキャッチレスリングの人誰だっけな、ジョシュ・バーネットか。ジョシュ・バーネットがヤーってやってセコンドにいた彼にも見せたわけよ。ヒョードルにもこうやって。なんて失礼なやつだ。ホテルで会ったんで、ジョシュ・バーネット呼んで、なんであんな失礼なのするんだと。いや、あれは盛り上げるためにアメリカンのケンシロウ大好きですよ。お前はもう死んでいるってやつ。そういうんでやってんだよって言ったら、そうか、ロシアではそういうことやらないから俺は驚いたんだって和解したらしい。そうなんですね。要するにプロのビジネスかと。本当に
分かんなかったんですね。じゃあそれはピュアすぎるというか、でも彼はピュアだもんね。そうですね。ほらロシア代表になれなかったんですね、柔道で。はいはい、そうですね。2つぐらいの時にどうしても勝てない選手がいて、そっから来てますね。でそっから3本行って、早いうちから来てるから、はい、確かに全盛期の時は強かったよね。もう本当に今だヒョードルが一番強いんじゃないかっていう人が思いますね。全盛期の。でもガヌーがまあそうですね。そうですよね。ガヌーとかジョン・ジョーンズとか、またアフリカン系の身体能力、またロシアと別のものありますよね。でもね、ずれちゃうんだよね、どうしてもね。どうしてもね。時期がね。なんかそうですね。そうなんですよ。すごいのがさ、中村選手はキックボクシングみたいな、それ蹴りもさ覚えたじゃん。はい、覚えました。パンチも。はい。全然違うでしょ。だって打撃とレスリングは全然違いますね。なんだろう、レスリングってもうこのデコとデコぶつかる距離でやってるんで、どっちかというと皮膚感覚で情報を得ることが多いんですけど、だから寝技に行った時は強いんですけど、この情報を全部目で取って空間を認識するっていうのが、まあできないよ、こんなできないんだみたいな、それが違いすぎて、マジでびっくりしましたね。やること多いもんね。やることが多いですね。蹴りもあるしね。忙しいなって、こりゃ確かちょっと頭良くなるのは分かるかなっていう気はします。で今あれもあるじゃない、後ろ回し蹴りも結構やってるじゃない。回転系もありますね。回転系もね。はい。ガンガン。だからテコンドーから入れてるよね。はい。あれもなんか誘ってくるんですよね。変な角度に下がって。ちょっとスキャンのかなと思って回転バーン。そうみたいな。バック肘ね。バック肘も。回転肘もこうバーンっつってね。あれがね。意外と回転系って意外とリスクがないというか。高谷さんも回ったもん勝ちみたいなとこあるよな、あれみたいな言って。で回転してるからさ、体の力が伝わるから遠心力めっちゃ効くよね。危ないですね。回転系の腹とかスピンバックのこの腹とかとんでもないんじゃないかなって思います。それで結局総合で戦ってるっていう、YouTube で見たのよ。総合格闘家の中国人がちょっとね批判したらしいのよ。中国拳法を舞踊に寄りすぎてると、型とか実践的ではないって言ったらしいの。そしたらあるその中国拳法の大家が「ふざけんな」と「失礼なこと言うんじゃない」俺とやれ」って言うんで、みんなのいるところでやって、中国拳法のその師範の人ボッコボコにされて逆と思ってた。そしたらまた違う人が来たわけよ。でその人もボッコボコにされて、で中国拳法の要するに団体の人が、彼の挑発に乗るなと、別なものなんだから、こっちはこっちで武道としてやっていくわけだから、乗るんじゃないっつったら、今度違う人が挑発に乗って、その人は、中国拳法の一種である鉄とかを、地面に刺したやつをこう喉に置いてうってこう喉で丸になるでしょ。ドリルを頭にガーッと当てて大丈夫だって、そっちの対決。総合格闘家は黙ってた。それは実践的じゃない。だからそれ言わしたら勝ちっすね。でもそれ言わしたら勝ち。でもあれはあれでまたね、中国拳法はこう体を鍛えるとかね、精神を鍛えるってやつだから、またちょっとそれとは違うんで、またなんか別の方向での人間の可能性みたいなところを探ってる感じがしますよね。イップマンだからね。イップマンの映画見た？イップマンも知らないです。知らない。イップマンはあれ、ブルース・リーの師匠、なんとか剣だな、こうパッ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 ってこうやって教えるんですよ。それの師匠の映画がね5本ぐらいあって、僕全部見たんですけど、そこから燃えよドラゴンですか？じゃあそうですね、流れ的に。そう1分マンもいいですよ。だから中国の拳法からこっちからずっと流れてきてるしね、空手になってね。そうですね。道ですから終わらないっていうのが最高ですよね。だから総合格闘技はでも本当すごいよな。もう日進月歩でしょ。どんどん進んでいくでしょ、技術が。だからやっぱもう技術に
寄りすぎてるなっていうのをなんか自分はちょっと感じてて、だからこっからは、精神性をガンガンに出して戦うファイターがまたこう行くんじゃないかな。それはもう当然としてあった上で、こっちがもうちょっと次元違うよっていうメンタリティーがっていうファイターが上がっていくと思うんで、ちょっと体現していこうかなと。日常から UFC もトラッシュトークするの結構いますね。中にはつい先月あったアメリカのもう大ヒーローのダスティン・ポイエっていうのと、またダゲスタンの、ダゲスタン共和国のマカチェフっていうのはタイトルマッチだったんですよ、ライト級の。で前日の計量でポイエとマカチェフがこの距離で言い合いになって、お前は明日 KO する、いやお前は明日1本だっていう言い合いになって、で最後ちょっとポイエってアメリカ側が「何々何々でマダファーカー」って言ったら、そのマカチェフっていうのが「おいマダファーカーって言うな」なんでお前今それ言ったんだみたいな、急にそのヒョードルの「おいこれと同じっすよ」もうなんか「おいダメだ、そんな汚い言葉使うな、みんな見てる前ね」みたいな「また教育始まってる」みたいな。だからもうね大変だよね。やっぱそういう家族のこと言うなってね。そうですね、そういうトークもやっぱまだ全然あるんで。あるんだ。ボクシング会もやってるもんね。ボクシング会もやっぱね、トラッシュトークね、これでいいマッチメイク組んでもらおうっていうやっぱ見えますよね。ちょっと格上でも噛みついて人間としてムカつかせてこう噛みつき返させてストーリーを作っていくっていう、まあね、でも日本人がやるべきことはそういうことではないと僕は思ってるんで。だからバーってこう日本人でね、日本人同士でこうトラッシュトークするじゃない、でこっちの人があんまりそんなに乗っていかないわけよ、それでバーってやられて一方的に言われて、それで終わると仕掛けていった方が負けるわけよ、とこっちの人さ大人でさいろいろ言われましたけどどうでした、プロですから盛り上げていただいてありがたい全然上なのよ彼もそうですね、プロフェッショナルで盛り上げていただきましたいや昔ね、僕はびっくりしたのがね、武井良樹選手が K1 の時に勝つと「何々選手ありがとうございます」、あとトーナメントで戦ってくれた7人の皆さんもありがとうございます、本当にありがとうございます、会長ありがとうございますってね、もうだから一人ではできなかったってわけ、すごいこうね、やっぱりハートが強いっていうの、やっぱリスペクトが相手にもあってっていう、すっごいちゃんとした選手で、ちっちゃい頃はもうお母さんがあまりにもひどいんで、この子を殺して私も死のうって言って、それで会長に預けたわけですよ、パワーオブドリームの、会長お願いしますって。でそれの会長のドキュメンタリーをフジテレビが撮ってたわけ、その時に中学生の武井君がいるわけよ。だからフジテレビは武井良樹の小さい頃の全部あるんですよ。あるんですね。僕それたまたま見てたから、すごいなそれ。だから親戚のおじさんみたいな感覚で中学生から知ってるから、ああそっか、おー武井君って言って、世界チャンピオンになれてよかったですよ。いやすごいな。だからキックからボクシングも全然違うらしい。やっぱそうなんですね。まるで違う競技だっていう、僕らは分かんないんだけどね。またね、あれも36分的がもう2個しかないですから。だから技術が磨かれるよね。磨かれますね。制限があればあるほどね。磨かれますね。だからボクシングも習うわけでしょ。はい、もちろん見ますし。それであとキックも一緒にやるし、で距離も違うし、で総合の時はまた距離違うし。レスリング。ただでもボクシングのパンチ技術はやっぱり習った方がいいよね。パンチはやっぱ一番こう一番無駄がなく人間の神経が通ってて、一番やっぱこう器用に使えるところですから。これが器用っていうのは大事ですよね、戦いにおいて。
でもやっぱ武井選手の、そういうなんか考え方すごいいいですね、やっぱ対戦相手って絶対自分を強くしてくれる存在が確定してるわけじゃないですか、そして自分の目の前に現れてくれるから、やっぱりリスペクトと感謝は、持って戦う、いいですね。これからもね本当に世界目指して、今のところもう本当に見えてるんで、ちょうど昨日発表で朝倉海選手が UFC に参戦決まりましたっていう。そう、もしかしたら階級は同じぐらい、同じ階級になるんで。朝倉選手はでもなんか花あるよね。ありますね、こう日本のファンをいっぱい UFC に持ってきてくれそうな、そうですね。勝ってほしいよね。勝ってってほしい。じゃあ花がある。彼のあれ俺好きなんですよ。YouTube でオタクの格好してポイ捨てを注意するっていう。見たことある？カイピョン。あれ最高。そうですね。そう。ポイ捨て人たちのさ、なんか人間性の小ささっていうの。わかります。もう本当にあれ気分悪くなるんですよね。うるせえ本当にお前。じゃあお前は拾えばいいじゃねえか。そうそれ。ちょっと来いよお前。顔出せよお前。ちょっとすいません。ちょっと準備運動しますと。朝倉選手じゃないの？なんだよ拾うよと。頑張ってよ。何最初から拾うよ。それっすね。なんだあいつら。やばいっすわ。あれ。だから分かんないんだね、ああいうふうにするとね。そうですね。要するに締まってるから、ダボダボの服着て、背もほら190あるわけじゃないから。そうですね。バンタム、フェザーぐらいまでは日本人にも全然いるような大きさですから。それでこうで顔もさ優しいしさ、で喋り方もさ、いやちょっと良くないと思います。あれ良くないよなあいつら。でもだからそういう人が言ってもごめんねって言って拾える社会を作りたい。そうだったね、ありがとうっつってね。で逆にさ、1000円ぐらい渡してさ、いい気づきになったよみたいな。そうありがとうねって、そういうふうになってほしい。マジでそうですね。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。やっぱシャドウだよって言ってるところが僕がめっちゃこれやっぱだよねですよねみたいな今回のコラボ関根勤さんとのチャンネルでも対談させていただいてますので、こちらの方詳しくは概要欄の方チェックしていただけると嬉しいです。